20世紀の激動のドイツを象徴する人物、その名はパウル・フォン・ヒンデンブルクです。第一次世界大戦の英雄から、ワイマール共和国の大統領を経て、ナチス政権誕生の立役者となった彼の波乱の生涯は、ドイツの近代史そのものと言えるでしょう。ヒンデンブルクは1847年、プロイセン王国の貴族の家に生まれました。当時のプロイセンは、ドイツ統一前の有力国家の一つでした。幼少期から軍人になることを期待され、厳格な教育を受けて育ちました。プロイセン陸軍士官学校を卒業後、1866年のプロイセン・オーストリア戦争に従軍します。この戦争でプロイセンが勝利し、ドイツ統一への道が開かれました。続く1870年の普仏戦争にも参加し、プロイセン軍の勝利に貢献しました。これらの戦争経験を通じて、ヒンデンブルクは優秀な軍人としての評価を確立していきます。明治には参謀本部で勤務し、軍事戦略や戦術の研究に励みました。1911年に退役するまで、着実にキャリアを積み重ねていったヒンデンブルク。しかし、彼の人生を大きく変えることになる転機が、間もなくやってきます。1914年、第一次世界大戦が勃発しました。開戦当初、ドイツ軍は西部戦線で苦戦を強いられていました。そんな中、東部戦線でロシア軍が攻勢に出たのです。危機感を抱いたドイツ軍には、67歳で引退していたヒンデンブルクを緊急招集します。彼は第8軍の指揮官として、東プロイセンの防衛を任されました。ヒンデンブルクは、参謀長エーリヒ・ルーデンドルフと共に、タンネンベルクの戦いでロシア軍を撃退。続くマズーリコハンの戦いでも勝利を収めました。これらの勝利により、ヒンデンブルクは一躍国民的英雄となります。東部戦線での成功を受け、ヒンデンブルクは1916年に参謀総長に就任。ドイツ軍全体の指揮を執ることになりました。しかし、戦況は徐々に悪化していきます。1918年、ドイツは敗戦。ヒンデンブルクは退役し、一時は表舞台から姿を消しました。しかし、彼の名声は衰えることはありませんでした。第一次世界大戦後、ドイツではワイマール共和国が成立します。しかし、敗戦国としての賠償金支払いや経済混乱により、国内は不安定な状況が続いていました。そんな中、1925年の大統領選挙でヒンデンブルクが立候補します。彼は保守派の候補として擁立され、僅差で当選を果たしました。78歳でのデビューでした。大統領としてのヒンデンブルクは、当初は共和国体制の維持に努めました。しかし、1929年に始まる世界恐慌の影響で、ドイツ経済は壊滅的な打撃を受けます。失業率の急上昇や、ハイパーインフレーションによる通貨価値の暴落、社会不安が高まる中、極左と極右の勢力が台頭してきました。この危機的状況の中、1932年にヒンデンブルクは再選されます。しかし、85歳となった彼の判断力は衰えつつありました。周囲の助言に頼る場面が増えていきます。そして1933年1月30日、ヒンデンブルクはアドルフ・ヒトラーを首相に任命します。保守派の政治家たちは、ヒトラーを利用して自分たちの権力を維持できると考えていました。しかし、ヒトラーは巧みに権力を掌握。1933年3月には全権委任法を成立させ、事実上の独裁体制を確立します。ヒンデンブルクは形式上は大統領の地位にありましたが、実質的な権力はもはやありませんでした。1934年8月2日、ヒンデンブルクは87歳でこの世を去ります。彼の死後、ヒトラーは大統領職と首相職を兼ね、総統として絶対的権力を手に入れました。ヒンデンブルクの評価は、今日でも議論の的となっています。第一次世界大戦の英雄として、また共和国の守護者としての側面がある一方で、ナチス政権誕生の一因を作った人物としても見られています。彼の決断の背景には、当時のドイツが置かれていた複雑な状況がありました。世界恐慌による経済危機、ベルサイユ条約への反発、共産主義への恐怖など、様々な要因が絡み合っていたのです。ヒンデンブルクの生涯は、近代ドイツの激動の歴史を体現しています。プロイセン王国の軍人から始まり、ドイツ帝国の将軍、ワイマール共和国の大統領を経て、最終的にはナチス政権の誕生に関与するという、まさに時代の転換点に立ち会った人物でした。彼の功績と過ちを正しく評価するためには、当時の社会背景や国際情勢を十分に理解する必要があります。ヒンデンブルクの事例は、一個人の決断が国家の運命を左右し得ることを示す、歴史の教訓とも言えるでしょう。今日でも、ドイツ各地にはヒンデンブルクにちなんだ地名や建造物が残っています。しかし、ナチス政権との関わりから、その扱いには慎重な議論が続いています。ヒンデンブルクの生涯は、
権力と責任、愛国心と独裁、伝統と革新といった普遍的なテーマを考えさせてくれます。彼の講座を通じて、私たちは歴史から何を学び、未来にどう生かすべきか、深く考えさせられるのです。